こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやく廃校に到達し、鉄装備意識を整えたところまでです。まだベッドを入手してないし、再び地上を拝めるかはテリーの腕次第ね。悪い意味で。まあ頑張ってみます。さて、やることは盛りだくさんです。まずはリスポーン場所を地下に移すこと、ある程度高さを緩和すること、食料生産体制を整えることです。それが終われば改めて木材大量確保に向かいます。ダイヤ装備は後回しでいいの？せめて松明量産できてからです。さて、準備はこんなところで早速毒グモスポナー攻略に向かいます。結局どうやって攻略するのよ。真正面から特攻することにしました。見ての通りで雲の糸密集エリアがほんのり明るいんですよ。多分あまり湧きません。うおうなれ我が松明。とりあえずセーフのようです。なんだ、四天王の中で最弱のスポナーのようね。どうやら明かりの正体は向こう側にある溶岩のようです。うお完璧な作戦遂行でした。土で塞ぐ時に手間取ってたわよ。それにしてもスポナーの場所がギリギリ高さ制限内で助かりました。運良かったです。さてここから先は一段高いので、侵入は高さ制限を緩和してからですね。うお真正面も一段上ですか。左側には別のスポナーがありそうですし、今回の探索はここまでです。でもちょっとまずい。入手予定の木材数に全然足りなさそうです。どのくらい木材取るつもりだったの？リスポーン拠点までの通路の湧き潰し用松明、塔のはしご、その他クラフト用で80個少々必要と計算してました。さて、今安全確保したエリアの諸々を回収し拠点に戻ってきました。新たに手に入った木材はわずか16個で、チェストに保管してたのと合わせても25個しかありません。全く足りないわね。通路の湧き潰しは断念し、木材が多数必要なクラフトブロックを削ります。それでもあと15個ほど足りませんけど。まあでも、雲の糸だけはたっぷり回収できたので空色の羊毛は温存できました。で、早速ベッド作ってしまいます。これでようやく地上からの直下堀から解放されます。そして地上からも解放されちゃうのね。きちんと塔を伸ばして地上に降り立ちますよ。さて寝床周辺の整備も終わり。ではおやすみなさい。あれ？まあ確率 50% にすら届かないものね。さて、ではクラフトタイムのお時間です。なお現時点の収集炭ブロックはこんな感じです。まずは羊毛系から。手持ちの染料で作れるのは青い羊毛です。それと忘れないうちに釣り竿を作っておきます。これ忘れて木材を使い尽くしたら大変ですから。で、次が石炭ブロック。鉱石ブロックは他にはラピスも作る予定です。なお、鉄金ダイヤエメラルドはビーコンピラミッド用なのでまだ塔に積めません。続いて石シリーズの製作開始です。丸石に十分火を通します。待ち時間にベッドは、まだですよね。で、精錬中に松明もろもろ作っておきましたが、ベッドは、さて、引き続いてクラフトタイムです。もう時計作っときなさいよ。金鉱石が近くになかったんですよ。さて、これは私は作るの初めてですが、石レンガゲットです。建築する気がないと使うことがまずないものね。あと確か、石レンガのハーフブロックで模様入り石レンガが作れたはずなんですが、これも作るの初めてです。積み重ねてアイテム化したら入手できるんですかね。事前に調べてなかったの？はしご設置できるかだけしか調べてません。あれ？なんかイメージしてたのと違う。ちなみにプレイ後に調べたところバージョン 1.8 からクラフトで入手可能になったそうです。次回試してみます。
さて次は機械類ですが、この日のためにレシピを覚え直したドロッパーです。で、ベッドはもう147日も寝てないんですけど。おやすみなさい。おはようございます。いやーすがすがしい朝ですね。朝の特徴がこれっぽっちも見当たらないわよ。そういえば機械類などにはしごをかけるときにはシフトをしながらなんですよね。これ前作で指摘していただくまで知りませんでした。さて、これで新ブロックは6つです。他には木材とかまどと作業台、あとラピスブロックで10段高さを緩和しましょうか。それだけあればかなり廃校回れる場所が増えます。作業台よりディスペンサーの方がいいんじゃない？使う木材少ないわよ。リスポーン拠点にも作業台を置いておきたいんですよ。では、もうちょっと木材集めてきます。もうクモスポナー周辺の木材を取るしかないのでちょっと怖いですが。子供ゾンビはもう怖くないです。こんな感じでじわじわ安全地帯を広げていきます。どうやらスポナーは真正面です。いる。クモさんこっちよ。いやあっちですあっち。で、なんとかほぼスポナー間近まで詰めました。おっかないです。というわけで一旦拠点に戻ろうと思い、帰り道軽く整備をしてたところですが。あれ？なんか感覚が違う。そういえばここ山岳バイオームでしたね。ひょっとして忘れてたの？まあもうさすがに恐るるに足らずですし。さて、結局先ほどの探索では木材は足らず、もう一度スポナーギリギリまで木材をかき集めてきました。今9個の新ブロックが並んでいますが、リスポーン拠点に向かう途中ラピスを集めます。さてでは、高さ緩和にリスポーン拠点に移動です。明かりを灯しつつ通路上のラピスゲットです。今まで採掘してくれたクリーパーご苦労様でした。続いて水源も必要なのですが、ここ取りやすいですね。2つ目の水源いただきです。なんか順調すぎるわね。後でどうなっても知らないわよ。スポナー周辺の木材集めで危ない思いしたので当分大丈夫ですよ。金鉱石もついでに採掘しておきます。いつ人参が手に入ってもいいように。あとダイヤです。目下のところツルハシと剣で5つあれば十分です。さて色々採掘しながらようやくリスポーン拠点に着きました。やっとここも湧き潰しできますね。さて、今回10個目の新ブロックであるラピスラズリブロックをクラフトです。そしていよいよはしごをかける時がやってまいりました。感無量です。やっと階段上に登っていかなくて済むようになるのね。それもありますけどやっぱり見栄えです。一段落したら周辺のブロックを取り除いてドーンと塔に見えるようにしたいです。よし。今まで積んだブロックも全部はしごかけられました。まあ下調べはしてますけどバージョンアップでの仕様変更がちょっとだけ怖かったんです。さてでは、怒涛の新ブロックラッシュです。まずは結局温存できた空色の羊毛から。で、次に作りたてほやほやの青色の羊毛です。これでカラフルな塔になりました。さらに石炭ブロックを積んで燃料の塔に。燃料と聞くと火をつけてみたくなるわね。残念、この塔は火気厳禁なんですよ。で、石レンガで小綺麗な感じの塔になりました。要塞を連想させるわね。さらに、ゲームスタート当初から再三見てきた石です。一気にただの塔になっちゃったわね。とんでもない。入手するまでが長い道のりだったので思い出の塔です。さて、続いてドロッパーを積みます。これで怪しげな機械仕掛けの塔になります。機械の性質を完全に無視してるけどね。
さらにこれで精錬の塔です。どうでもいいけどさっきからシフト押し忘れ多いわよ。知識は活用してこそ意味があるんですね。深いです。まあ次に作業台ですが、考えてみるとこの高さまで使いに来るの大変ですよね。さて残り2つです。やっとのことで手にした多くの木材です。そして最後がラピスラズリブロックで締めです。これで10個。一挙にはい座標28の高さまで緩和されました。では早速新たな高さで眺めてみましょうか。魚岩板があんなに下に。よいしょっと。地上は、近づいたでしょうか。まだ遥か彼方ね。でもあと30段少々ですよ。さて、楽しいひとときはこれで終わり。廃校に戻りましょうか。廃校拠点に向かう途中でクリーパーに出くわしました。でももう不意打ち以外なら何も問題ありません。正々堂々と勝負します。今まで再三お世話になったのに殺戮するのね。そんなこと言われても。さて、ようやく廃校拠点に戻ってきました。早速釣りの準備です。ゾンビ肉を食べるのはこれでおしまいなのね。まあよかったです。いつまでもゾンビ肉食べてたら世間体がちょっとやばいですし。手遅れだと思うわよ。まああと今更ながら時計も作っておきます。規則正しい生活したいですからね。ほんと今更よね。意味あるの？モブの湧き具合がうっすらわかりそうです。さて、釣り堀の方は縦横 8×4、深さ2メートルにしました。密かにイカが湧くことも期待してます。湧くのを期待するにはちょっと小さいかしらね。まあダメ元気分です。さて釣りですが、狙い目はもちろん魚ですが、もしイカスミやエンチャントの本が釣れたら御の字です。来たのはサドルでした。サドルはさすがにいらないわよ。まあ企画後半で必要になりますし。今回の釣果は20分少々で生魚11匹、生鮭2匹といった感じでした。あとは雲の糸くらいです。さて、やっとゾンビ肉から卒業したところで今回はここまでです。次回は廃校探索で木材をほどほど集め、そして装備分くらいのダイヤを取りに行く予定です。あとは廃校の宝箱でスイカやカボチャの種が手に入れば新ブロックを作ります。当分は新ブロックが色々集まりそうね。そうなるといいんですけどね。それではまたね。バイバイ。